こんにちは。今日は東赤石山に向かいます。まずは駐車場トイレ紹介。新しく綺麗です。必ず登山口に止めたのですが、駐車場がめちゃくちゃ分かりにくいです。それらしき雰囲気の道があったので進んでみますが、これは違うでしょう。愛媛県道47号線から橋を渡って駐車場になるのですが、その先なのかな。ずっとアスファルトが続きそうなので橋のとこまで戻ってきました。もしかしてあっちか。川の水がきれい。四国の川ってきれいな気がします。車で渡った橋を渡ってきました。あれっぽい。ここでした。いやー、登山口分かりにくかったですね。行ってきます。この雑草だらけの道を入っていくようです。非常に分かりにくい。この電信柱が目印です。山レコの地図で駐車場からちょっと距離がありそうとは思っていたんですが、思った以上に離れていました。いきなり急登から始まります。地図で言うとこんな感じです。調べればすぐなのですが、私の携帯は電波なく、駐車場も結構広くて15分ほど行ったり来たり。登山口探しで出発前に疲れた。最初の分岐です。登山口は2つあって、私が来たイカダズ登山口とセバ登山口があります。どちらの登山口でもさっきの分岐は同じくらいの時間です。結構道荒れてるんですよね。ここ四国百名山のはずなんですが、あんまり登る人いないのかな。東赤石山は愛媛県四国中央市と新居浜市の境界に位置する標高1710メートルの山です。石鎚山地から東に伸びる主脈の七番越から羽鶴山までを赤石山系と呼び、西赤石山、東赤石山2つだけなど1400から1700メートルの山々が連なるのですが、東赤石山はこの山地の中央部に位置し最高峰です。鎖が出てきましたね。ほんとすごい急登続き。やっと少し景色が見え始めてきました。ちょこちょここのような橋を渡るのですが、結構ボロボロなものはあって、ものによっては体重を重い人だとスリル感を味わえます。次ははしごが登場。ボロボロの橋よりは安心ですね。ただいまゆうさは12日間の日本半周山旅をしています。東京から一気に九州に行って、九州の山、そしてフェリーで四国にやってきました。木橋ってところに到着後、間違いやすいポイントです。でも分かるように道がありますよね。ここまでもずっと登っているので自然に登っていっちゃうんですけど、なんか違う雰囲気。再び戻ってきました。この橋を渡っていくようです。ほんと水がきれい。道が荒れてるのもあって、どっち行くんだろうってところがいくつかあります。ここも携帯地図だと分岐のところなんですよね。あ、分岐ありました。地図上だと橋は書かれていないので、橋の手前が分岐だと思いましたが、橋渡って少し進んだところにあります。あれは分かりにくい。登山口の次に分かりにくいポイントです。今日はイカダズ登山口からセバ分岐、赤石山荘を通って鉢巻山、東赤石山と登ってくるっと回って帰ってきます。林道歩き長い。早く両サイに出てほしいです。まだまだ山荘までまだまだ。これもひどい橋。ずっと林道歩きですが、道は滝や沢沿いを歩いていきます。なので若干涼しいですね。四国百名山といえば石鎚山、剣山ですが、石鎚山は以前登って、剣山は明日登ろうかなと思っています。その手前にいい山ないかなって探したんです。ここはちょっと図書みたいな感じですね。奥にはしごがあって、ここは新しめの橋。これは安心して渡れます。四国はすっごい高い山とかはなく、今時期いい山はと探したんです。
ここは岩場歩き、登りが楽しめ絶景だということでこちらに寄ることにしました。また花の百名山で東赤石山は四国随一、種類が多いらしいです。また川を渡っていくようです。川、土礁のところが多いので最近アップした九州もここだけ同様、前日雨の日に次の日は水位が上がるので前日の天気も注意です。またちょっと歩くと土礁。今日はこのような感じで岩伝いに歩けるので問題なしです。地は急とこのような図書、また急とって感じを繰り返しています。登る前に疲れちゃったせいもあるかめちゃくちゃ辛いです。この林道歩き山荘までなんですけどね、まだまだ着く気配はありませんね。コースタイム6時間半、上り3時間50分です。私は新居浜の方から来たのですが、こう山深くって山道運転苦手なんですが、途中同じような山が連なっているので登山口がいくつもあるんですよ。なのに東赤石山の登山口はなかなか着かない。もう嫌だと思ったらやっと着いた。そんでもって登山口が見つからない。登る前に疲れちゃって山荘までなかなか長いですね。少し森の感じが変わってきました。ですが過酷な登りは続きます。お腹すいた。この日本半周では車内泊で旅しています。山登って温泉入って次の目的地に移動しながら名物と思っているんですが、街じゃないと店少ない上に閉まるのがめちゃくちゃ早いんですよね。道の駅とかで買った食材とか名物が食べられるってことで結構自炊しています。やっと草開けてきましたよ。ここまで来たら山荘はあと少しです。頑張るよ。自炊もちょっと飽きちゃって昨日とんかつ食べたんです。とんかつ屋さんといえばキャベツとご飯、お味噌汁おかわり自由ですよね。キャベツと味噌汁おかわりしたらもうお腹いっぱい。朝もそんなにお腹空いてなくてちょっとパンかじってきたんです。さすがにお腹空きましたね。ここで山荘との分岐です。あっちが山頂ですね。ちょっと山荘を見て休憩しましょうか。山荘は今は営業してないようです。じゃん、おにぎり。昨日の温泉のとこで売っていたんです。コンビニおにぎりも飽きちゃって生姜焼きにぎりいただきます。凍ってる。山荘からの景色です。いよいよここからが楽しい本番ですよ。岩登りがスタートし始めるとこんな感じでお花たちが現れてきました。今日はいろんなお花出会えるかな。まずは鉢巻山です。標高は1682メートル。この石たち少し赤いでしょ。この赤い輪が赤石山の特徴なんです。東赤石山を形成する花欄岩に含まれる鉄分が酸化して岩が赤く見えます。なので昔は赤太郎山と呼ばれていたらしいです。今もそのままですけどね。景色がいい。でもまだまだ厳しい道が残っています。でもさっき前の林道歩きと違って全然楽です。紅葉の時期になるとこの赤い石と紅葉の赤で山全体が赤く染まり、他とは違う景色が見ることができるようです。その時期もいいですね。ここお花の種類が多いということで先ほどの山荘のあたりがお花畑となっています。ゴールデンウィーク明けあたりがピークで、その後順にいろいろなお花が咲いていくようです。ちょっと登りながらチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や
旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ぐるーっと見回すとこんな感じです。あっちが赤石山かな。お花がちょこちょこ咲いて、景色とお花、岩登りで楽しませてくれます。山荘からここまでの道は道案内のマークは少ないですが、とにかく登りやすいところをひたすら上に登っていけばなんとかなります。一旦平地になり、景色がいいなぁと思って、ここからが問題。この先に山頂があるんです。さっき見上げたとこをそのまま登ることはできないので、地図を見ると巻いていくようなんですが、こっちかな。まだもう少し奥を回っていくのかな。ここかな。これもすごくない？一旦最初のとこに戻りましたが、やはり最後の巻いたところからしか登れそうにないので、そこから登りました。さっきのとこはかなり険しめでしたが、登りきるとこんな感じの道で、それほど怖い感じではありません。小さなはしごがあって、道は若干狭め。でもさっきとは反対の景色が見えてきました。見晴らしいいですね。しばらくこんな感じの岩が迫った細い道を通っていくと山頂が見えました。はい、鉢巻山到着。なんか棒が立ってる。山頂からの景色は360度のいい景色です。この山頂標識、味があっていいですね。やっほー。こちらが鉢巻権現様ですね。あっちが東赤石山です。この先は険しそうだけど面白そう。出発しますよ。いくよ。と言ってもどこから下ろう。ロード降りるか。ここからかな。いやー、なかなか険しい道が待ってそうです。丸や×の印、矢印がほとんどないんですよね。再びどっちから行けば悩んでいます。下かな。下っぽくない？下っぽいな。先ほどの山荘から登りきるとこまでも印はほぼなく、とにかく上へ上へ両手を使って這いつくばって登っていく感じでした。鉢巻山からも先は印が少なく迷いながら進む感じです。いい景色だな。東赤石山は四国の中でも厳しい山の一つになっています。四国の山だと石鎚山ぐらいしか登ったことがないんですが、あっちは鎖がすごかった。それで厳しい山だけど巻き道だとそうでもないから、東赤石山の方が巻きようもないし厳しいですね。鉢巻山、東赤石山まであと少しです。石鎚山も面白かったし、ここの山も面白いですね。四国の他の山も面白いんでしょうね、きっと。瀬戸内海に浮かぶ島訪ねるの好きですが、山もいいですね。他に面白い山がないか、もう少し四国の山調べないとです。ほんと歩いてていい景色で気持ちがいい。あの岩を越えていくのかな。ちょっと行ってみますね。ここは登らないようです。巻いていくのかな。わーい、すごいね。
巻いていくと言ってもすごいとこ通ってきます。段差が激しいな。登ったら下っていきます。ここ東赤石山と西赤石山で縦走する人も結構いるみたいなんです。西赤石山も似たような感じの岩々みたいです。おお、ここ登るのか。登ったり下ったりを繰り返します。景色がいい。そこが東赤石山みたいですね。思ったよりも距離がある。また想像以上に岩場を登ったり下ったりがあります。道を探りながらなので疲れますね。このような道の縦走も面白いですけど、1日ではさすがに行けませんね。ほとんどの方が赤石山荘で転泊をしているようです。はい、赤石越し到着です。ロープが現れました。さっきまでもロープがあってもおかしくないぐらいのとこいっぱいあったんですけどね。まだ登るか。登りきった。瀬戸内海が見えますね。向こうに見える島は何だろう。あと少しで山頂です。いやー、きつかった。面白いけどきつい。はい、山頂到着。北側は瀬戸内海、こちら側は石鎚山など四国の名峰が見えます。島が見えますね。こんなのがありました。やりました。しばらく山頂からの景色をお楽しみください。では下山していきます。下山しながらも景色が楽しめますね。瀬戸内海がドーンと見えていいですね。景色の見納めです。はい、先ほどの赤石越しまで戻ってきました。帰りは鉢巻山や山荘を通らずくるっと回って帰ります。はい、赤石山荘と下山方向の分岐に戻ってきました。私は下るのでこっち側です。ここまで下っちゃうと景色はなくなっちゃいますね。縦走も楽しそうなんですけど、赤石山荘がやっていたらな。後継ぎがいなくて閉鎖になったらしいです。もったいないですよね。テントも水場は少しあるみたいですが、トイレもないのでなかなかハードルが高いですよね。はい、沢の方まで出てきました。まだまだ夏で暑いので少しだけ涼しさをお届け。沢があるだけでだいぶ気温違いますからね。こちらの道も橋がいっぱいあります。同じく結構ボロボロ。はい、迷った分岐のとこまで戻ってきました。いかがでしたか？想像以上に面白かったですね。でもきつかった。山荘までの林道がもう少し短いともっといいんですけどね。まあそれはみんな思うね。いやー、四国の山面白い。そこまで期待してなかったけどよかった。道路が見えてきました。最後の瀬場分岐からがやたら遠く感じる。息も長かったけど帰りも林道歩き長いです。次来るなら秋かな。
それか頑張って縦走して西赤石岳のあけぼのツツジが見頃の5月上旬ぐらいにかな。はい、下山してきました。下はめちゃくちゃ暑い。さっさと移動して温泉に向かいましょう。別市マリントピアにの温泉に寄りました。いろんなお風呂があってとても大きな施設でした。はい、上がってきました。残念ながら濁りではないんですが、ジェットバスの勢いがすごい強くてとっても気持ちいい温泉でした。では今日はこの辺でバイバイ。次回は日曜18時、あの代打4泊5日編です。今回の東東さん編、一度アップしたんですが、なぜかうまくできてなくて再アップです。一度見ていた方はまた見ていただきありがとうございました。またご視聴ありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。